はい、山です。ご視聴いただきありがとうございます。今日も、恋愛系占いやっていきたいと思います。ではご覧になる前にですね、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。それでは今日のテーマはですね、会えないあの人の本音を知りたいということでやっていきたいと思います。それではいつも通り赤、青のうち一つ直感でお選びください。コメント欄に開始時刻がありますので、そちらをご確認いただければなと思います。それでは10秒ほどお待ちします。はい、それでは赤を選んだ方の会えないあの人の本音を解説していきたいと思います。まずですね、相手の状況から、見ていきたいと思います。はい。はい。エースのカードが2枚、正位置で来ましたね。これはですね、ソードっていうのはエースの中でも大きな決断、合理的な決断を試みる、そういったカード。これは気持ちの部分ですね。感情であったりとか、相手に、寄り添うとか、そういう思いやりの部分の強い、意味のカード。で、これエースというものは、そのワンズとソードの中でもより、強い意味を示すカード。はい。つまりはですね、あの人はあなたに対して何か大きな決断であったり、あなたに対して強い思いを抱いている、そういった状況なのかなというふうに見えております。ですので、会えないという状況、なんですけども、非常にお相手、あの人は強い気持ちを持ってあなたのことを考えているということが出ておりますね。特にこの位置にこのエースの2枚が来ているというものを考えると、何かしら今後しっかりとしたあなたとの発展であったりとか、何て言うんですかね、こう継続的な何かというものを明確に、考えている、そういった、意味合いを持っているのかなと思います。はい、続きまして、はい、こちら、ワンズの3になるんですけども、これ将来に対する希望を大きく抱く、そしてその希望に対してしっかり歩み出すという意味のカードになっております。ですので先ほどのエースの2枚のカードと合わせてみますと、非常にあなたとの未来というものがすごく晴れやかなものであり、しっかり歩むものとして考えられております。ですがこのカード逆位置に出てますよね。でもこのカードっていうのは逆位置であろうが正位置であろうが、すごく前向きな力を持つカードなんですね。ですのでそれが表面的に出ているので、おそらくですね、あの人は、その周りに、話すことであったりとか、自分が普段考えていることはあなたに対してすごく前向きで、これからの発展、要はどういうふうに、うまく2人が、うまくいくのか、そういったものは具体的に考えている、そういった、状況なのかなというふうに出ております。はい。じゃあ表層心理、これでね、表層心理の部分で、やっぱり悩みっていう部分がありますと。ページというものは、まだ、不足している部分がある。で、ペンタクル、これはお金を考える部分があります。要は、あなたとの未来というのは明確に考えているが、経済的な部分で不安を考えている。そのため、なかなか前に進むのが不安に考えている。そういった意味、これは深層心理なので、根本的にお二人で結構共有されている部分かもしれないですね。ですので、やはりお二人の中で、将来的なものを考えているが、経済的な部分でなかなか前に進めない。これは結構慢性的なお二人の、課題となっていることなんでしょうかね。
はい。やはりこちらにもページが出てますね。これはページというのはやはり、幼いというか、まだ、実力が伴えてない、そういう意味のカード、ソードですので、これ合わせてみると過去の部分なので、過去はあの人と、あの人はあなたに対して明確に、告げる、メッセージを伝える、そういったことができない、男らしさが足りない部分がありましたよと。それはおそらく先ほどお伝えした経済的な部分の不安、これが、不安に覚えていることによってあなたに対して、しっかり、前に向けないという状況なのかなというふうに見ております。はい、ここまでで見ますと、過去の部分であの人はあなたに対して、お金の部分で不安を覚え、なかなか男らしい、メッセージ、一言というのが言えなかったですが、ここに来て非常に将来に対して明確に、大きな、決断を持ってあなたに対して思いをしっかり伝える、そういった状況心境に、あの人はなってきているのかなというふうに、思います。非常にターニングポイントになりつつあるタイミングなのかなということで、あの人は非常にあなたが思っている以上前向きにあなたに対して捉えているのかなというふうにカードは示しております。はい、それでは未来を見ていきたいと思います。はい、カップが並んでますね。逆位置なんですけども、やはり、苦難の連続、あなたとお二人、あなたとあの人のお二人の間ではなかなか、乗り越えづらい、苦難がありますよと。それは周りの外部的な要因ですね。それを解決するのにはやはり時間であったり労力っていうのがかかるというのが明確に出ております。じゃあそこを乗り越えられるかどうかっていうものはあなたとあの人がしっかり、そういう問題点であったりとか不安点を共有できるか、そういったところに、かかってくるのかなというふうに出ております。はい、このね、この右下に、月のカードが出ていますと。これはね、なかなかね、夜明け前の状況に対して、なかなかその問題を解決しないなと。どうやったらうまくいくのかなと。非常に、思い悩む時期に差し掛かるかなと。なので、先ほども出たんですけど、ターニングポイントっていうものが非常に強く出ている。ですので、ここはしっかり、2人で頑張っていければなという状況。はい、じゃあ今後のあの人の、環境の変化とあなたの状況。まずあなたの状況から見ますとザ・ムーンなので、これはね夜明け。明けない夜明けはないと言われている通りに辛い時期っていうのはいつか、解決しますと。で逆位置に出るのでもう間もなく、夜明けが来るよと示していますので、ということは今の辛い状況っていうものが変わる、そういったカードが示しております。一方で変化の環境、これね今まではゆっくりと変化していたものがすごく目まぐるしく変化します。これはねあの人の環境状況というものが劇的に大きく早く変わる、そういう状況になるのかなという。ですので今の状況が大変だとか不安だというものが考えきれないほど変化というのが出てきます。これはあの人だけでなくあなたに対しても関わることでありますので、あなたも今後大きな変化に対してしっかり取り組むっていうところが大切なのかなと見ております。はい、最後結論とその願望。はい、これねあなたの願望としてはあの人との状況をねこれ気をつけなきゃいけないのはこう
目まぐるしく変化する状況に対してあまり変えたくないな、少し休憩していこうかなっていう気持ちになっていく。それはね、今の状況ってよほどそんなに悪いなと捉えていない部分があるんですね。なのでこれをね、しっかり変化を捉えて前向きにいかないと、この大きなこのチャンスっていうのを逃すのかなというふうに出ております。はい、話をまとめますと、非常にあの人はあなたに対して前向きな決断、思いやり、気持ちというのを持っています。過去では非常に経済的な部分で不安を考えていて、あなたに対してなかなか前向きになることができませんでした。ですがこれからはですね、変化、なかなか解決しえなかった問題がもう間もなく大きな早い変化によって目まぐるしく変わっていきます。それを乗り越えることで、あなたとあの人ということの関係が非常に良くなっていくのかなと出ております。ですがそこで気をつけなきゃいけないポイントとして、あの人は大きな変化に対して、あまり動こうとしない可能性があります。それは今の状況でも十分楽しい、楽、幸せを感じることができることがあるので、それをあなたが良しとするか良しとしないとするか、これはあなた自身が決めることであり、もしもっとあの人との関係をより良くしたい、より長く一緒にいたいと考えるんであれば、しっかり、お二人で話し合う機会であったりとか、そういったものが必要になっていくのかなというふうに見ております。はい、以上で、会えないあの人の本音を知りたいを赤で解説しました。参考になった方は、高評価とコメント、チャンネル登録お願いいたします。はい、それでは青を選んだ方の会えないあの人の本音を解説していきたいと思います。はい、まずあの人の状況、障害となるもの、あの人状況としては、これね、相矛盾するもの、マンネリ感を感じているカードと、夜明けのカード、夜明けが逆位置に出てるんで、状況としては、長い夜明け、長い、迷っている期間から、脱したと、一定のあの人にとって答えが出ているよと、それはあなたに対してのね、答えが出ているよという部分が出ている。それはね、もう時間が、経ったことによって、答えがもう必然として、こうなるべきというふうにあの人にとって出ております。ですがこれね、必然的に出ているんですが、あの人が少しね、ダダをこねるじゃないですけども、もうちょっと先延ばしにしてもいいんじゃないかなという、ちょっとね怠惰な気持ち、が出ております。なのでここを総じて言うと、外部時間が経ったことによって外堀がある程度埋まったからもうこうするべきだろうと出ているんですけど、もうちょっと伸ばしてもいいんじゃないかな、もうちょっと先送りしてもいいんじゃないかなっていう気持ちがあの人に出ております。はい、では会えない本音、やっぱね見ていただくとソードのカードを欲張って持っているようなカード、いわゆる決断に対して自分のエゴを持ち込むというところが表面的な心理にあります。現在意識ですね、あります。ですので先ほどもあの人の気持ちを考えた時に、あの人とあなたの関係というのはもう徐々に外堀が埋まりつつあります。ですがあの人はちょっと自分のしたいこと、なるべく自分を優先したいなとか、自分がうまくいくといいなとか、欲張っちゃってるんですよね。ソード、
5本あるうち3本しか持ててないですよね。これもあれもこれもみたいな気持ちというものが非常に強い。どちらかというと、子供っぽい部分もあるのかなというふうには出ているんですけど、総じてここの考えで言うと、ちょっと自己中な部分が、出ております。それはあなたも感じているんではないでしょうかね。はい。これもね、深層心の部分で、やはりね、もうこれはね、あの人にとってもう、あなたに対して何らかの決断をしなきゃいけない。いや、行動が制限されている、束縛されていると感じる。もうね、もう口ギリギリまで出てます。あの人があなたに対して、いやもうイエスと。イエスというか、あなたに対して何かしらの決断に対する言葉をもう言わないとまずいと。言わないと、さすがに、これはもう、どうにかなっちゃうんじゃないか。でも、まだだな、みたいな。そういうちょっとプレッシャーのかかる状況が、あの人の中で、すごく、心の中で繰り広げられている。そういうカードなのかな。非常に騒動に対して縛られてますよね。そういったカードが出てますね。はい。過去。これね、あなたとの関係の中ですごくコツ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 信頼関係を築くところが今まであったんじゃないかなと。でも、ふと、ちょっと見てみると、なんか今までよりその優しさだったりとか豆さみたいなのが減ったんじゃないかな。これって私に対してどうなのかな、不安だなっていう感じる部分があったんじゃないですかね。それがねカードして出ています。はい。じゃあここまででまとめますと、あの人はね、もう外堀が埋まりつつあり、あなたに対する決断、何かしらのその進展するための、言葉というのを、言うべきだなとは感じている。ですが、怠惰な気持ち、かつ自分勝手な気持ちにより、先延ばしにつつある。それはあなたもなんかそういった部分も気づきつつある。ですが、もう間もなく、言わなきゃな。もう限界だな。っていうふうに感じている。限界っていうか、そろそろ言わなきゃいけないなっていうふうに感じているっていうのがカードを示しています。はい。ここまでが現在、過去の状況、彼の気持ちですね。じゃあこれからどうなっていくかっていうものを解説していきたいと思います。はい。はい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 。はい。これいいですね。これね、もうね、こうあるべきというふうに、もう、相手の中でモラルありますと。これね、大きなあなたとあの人の中の関係をうまくさせるための助け舟。どちらかというと、年上というか、見識のあって、常識のあるような方、例えばご家族だったりとか、ご両親だったりとか、知り合いだったら、すごく年配の方とか、そういう良識のある方からの助けが、あり、非常にそれにより前に進むことができるようになっていくのかなというふうに出てますね。これね、非常にいいですね。前向きな一歩として。じゃあ今後の環境の変化、あなたの、状況見てみますと、キングオブソード逆位置に出ていますが、これね、やはりね、エースオブカップなので、もう愛情の裏返しですよね。逆位置に出てるんですけど、別に心配する必要ないです。これは感情の変化が大きく上下動する、変化が大きいよ、そういった意味の表すので、何か悪いことがあるというよりは、新たなことを始める時って不安も生じますし、やる気に満ち溢れてますよね。その上下動が大きくなっていく。それが
あの人の気持ちとして出ております。ですし、キングオブソードもうしっかり、前向いてあなたに、しっかり思い伝えよう、そういう気持ちも先ほど言った助けというのが出てくるので、すごく前向きに進めるんじゃないかなというふうにカードが出ております。はい、非常に、前向きに、いけるんじゃないかなと出ております。はい、最後、もうこれはね、いいですね。このカード、見ていただくとすごく優雅で、自分のなんていう生活を楽しめる、謳歌できるようなカードなので、あなたとあの人っていうこの関係っていうのは、周りの決まった流れに乗っていけば、そういう非常に、大切にされ、楽しい、関係っていうのが出てきます。ですが、これね、ちょっと問題点というかあれなんですけども、非常に周りのサポートによりうまく流れるんですね。はい。なので、それに身を任せすぎて、一方であの人が計画性だったりとか自主性みたいなものが少し欠けちゃうのかな。それによって悪いことはないんですけども、周りがもうね、自動的に進めてくれたりとか、外堀があなたを助けてくれるので、非常に前向きな生活を出るんですけども、そういった不安っていうのがもしかしたら出てしまうのかなというふうに見ております。全体的に、まとめますと、非常に今の状況ではちょっと不安をあなたは感じているかもしれません。ですが、安心してください。あの人はもうあなたに対して前向きな一歩っていうのを踏もうとしておりますし、外部的な、助け、によって非常にスムーズに、いい方向に進みます。その中で、感情の起伏っていうのは激しかったりとかはしますが、あなた自身、お相手というと、あの人自身っていうのはすごく幸せになります。ですが、そこで気をつけないポイント、いけないのは計画性のなさ。これをしっかりしないと不満の火種になる可能性があります。アドバイスをするんであれば、あまり考えなくてもいいかなっていう不安要素が非常に少ないのかなっていうところがあります。ですので、あなた自身より、幸せになるためにもっと前向きな、マインド、それをあの人に、しっかり、アプローチしてあげる。これがお二人の関係がより良くなることになるのかなと思います。はい。それでは、会えないあの人の本音を知りたいを鑑定していきました。それではね、参考になった方はチャンネル登録と、高評価のほどよろしくお願いいたします。